どうも、りです。今回いただいた質問が、包丁がこのように曲がってしまいました。どうすればいいですかということなんですけど、結論、歪み取りという作業をします。歪みというのは、この曲がってる状態のこと、曲がってしまったことを、業界では歪みが出てる、歪みを直すって言い方をします。意味合いとしては、形がいびつなこと、正しい状態でないことっていう意味です。歪みとも言いますね。歪み、歪みという言い方で、この曲がってる状態のことを表現します。で、今回のテーマっていうのは、なぜ歪みが出たのか、そしてその歪みの直し方で、その注意点っていうのをお伝えしていきます。ただこの歪みっていうのはもう誰でもあり得ることなので、包丁を持ってる人もう全員、包丁購入した人全員に関係することなので、ぜひ今回の動画最後まで見ていただけたらと思います。では早速、なぜ歪みが出たのか、なぜ全員に言えることか、その理由っていうのは2つあって、1つ目、包丁は生きてるからです。そして2つ目、外力によってそれが生じてしまう可能性が高いからです。1つずつ解説すると、包丁が生きてるっていうのはもう本当に生きてるんですよ。マジで生きてるんで。理由っていうのは、これは包丁の中でも合わせ包丁とか、複合包って言われる包丁ですね。そういった包丁に起きやすいことです。要は1枚の鋼材、全鋼とか本焼きって言われる1枚のものでできた包丁ではなく、片刃包丁なら2枚とか、両刃の包丁なら3枚とか、ダマスカスと言われる多層構造の包丁ならもうそれが33層とか66層とかあるんですけど、そういった1枚のものではないもの、複合鋼のものに生じやすいものです。じゃあなぜその複合のものが生じやすいかというと、違う鋼材同士が貼り合わさってるんですね。で、その鋼材ってそれぞれ収縮率が違うんですよ。伸び率が違うんですね。だから時間が経過するにつれて、だんだんとね、こう反ってきたりするんですよ。これって分かりやすく言うと木材が分かりやすいですね。木材が収縮率が違うっていうのはなんとなく分かる方多いと思うんですけど、金属も同じことが言えます。だから違う鋼材同士が貼り合わさってるものはその反りやすいっていう意味です。これはもちろんプロのね刃物屋さんも理解してるので、よくそれが見られることなので、在庫してある包丁ですね、包丁が売れて、じゃあ在庫してある包丁を出しますって時は、この歪みを見て反ってきてないか確認して OK だったらそのままお渡しする。で、歪みがもし出てたらそこで直して、でそれをお客様に手渡すってことを実際にやっています。つまり何が言いたいかっていうと、合わせの包丁を持ってる人っていうのはもう時間が経つにつれてこれが出てくるんですよ。特に片刃の包丁2枚合わせのものは特に生じやすいです。だからそれを直す作業っていうのはプロの刃物屋さんだけではなくて、その包丁を扱う人、お客様も必要なスキルではあるので、ぜひこれはね覚えておいてください。この後直し方紹介します。で、2つ目のその外力によって生じる歪みっていうのは、研いでる時ですね。もちろん料理をしてる時、包丁を扱ってる時の扱い方によってそれが出る可能性もあるんですけど、大体のその歪みの原因っていうのは包丁を研いでる時です。これも片刃包丁に起こりやすいことで、片刃包丁ってこっちの面をメインに研ぐんですよ。裏っていうのはそんなに研がないんですね。つまりこっち側に力が入っていて、でその力がね結構強くしてる人に関してはその力によって曲がりやすいです。もちろん両刃包丁に関しても右と左で研いでる人で、その右側の力と左側の力が違った場合はそれによっても歪みは生じやすいので、かなり注意が必要です。もしよかったら今お持ちの包丁全部見てみてください。結構ねその歪んでる人いると思います。僕に研ぎの依頼をしてくれる方でその包丁をね見る機会多いんですけど、大体の方 50% 以上の確率で大体歪んでます。だからねぜひ確認してみてください。では次、直し方に行く前に、じゃあその歪んでるとどういった問題があるのか。これはシンプルに曲がってるからダメでしょうってもちろんそれなんですけど、もうちょっと言語化すると曲がってることによって、もちろん切ってる時っていうのは曲がって切っていきますよね。もうちゃんとした切り物はできない。そして砥石で研ぐ時っていうのもその曲がってるからその砥石にピタッて当たんないんですよ。研ぎたい場所が当たんないんですね。思ったように研げなくても変なとこばっか当たって、でいずれもう包丁のね刃線が乱れてもボコボコのぐちゃぐちゃの包丁になってしまうってことが起こるので、この歪みを直す、ちゃんとまっすぐにするっていうのは本当に大事なことです。包丁の寿命を長くずっと使っていくためにも、この歪み取りっていう知識ですねっていうのは覚えておいてください。では今からその歪みの取り方、直し方っていうのをお伝えしていきます。歪みを直す時に必要な道具っていうのがあります。それがこちら、こういったねものなんですけど、
これ名前をこじ棒とか歪み取り棒って言ったりします。よくね、僕の潜入動画とか、刃物屋さん行った時にこういったもの、こういった道具っていうのを見かけると思います。で、歪み取りにはこういった専用の道具があるんですけど、これ聞いた時にこの道具ないと無理なのって思った方いると思うんですけど、これがそのやりやすい専用の道具なだけであって、これと同じような原理なものをなんか硬いものと硬いものの間に挟んでグッて曲げれば一応できなくはないんですけど、すごく危険なので絶対に危なくないっていう状態にできたらそれをねするようにしてください。本当にね、下手したら大怪我することなので。で、このこじ棒自作なんですけど、その簡単にできます。簡単って言ったらわからないんですけど、もちろん削るための道具とかっていうのは必要なんですけど、すごく単純なものなので、ぜひね作ってみたいなって思った方はやってみてください。もし需要があったら、僕の方で販売というか作って必要な人にお届けしたいなとも思ってます。もしね欲しいと思う方はぜひコメント欄でお待ちしております。ではお待たせしました。このこじ棒を使っての直し方、これよく見ていただくと分かるんですけど、斜めに入ってる溝とまっすぐ入ってる溝ありますよね。これ使い方2つあるんですよ。どういう使い方をするのか実際に直しながら説明していきます。こちら2つのパターンを用意しました。まず1つ目っていうのは、包丁が全体的にですね、真ん中ら辺が強く曲がってるんですけど、全体的にカーブに歪んでいる場合ですね。このような場合にはこの斜めのね溝を使います。で、やる時の注意点っていうのが、やっぱり包丁に傷つく恐れがあるので、ティッシュとかテープなりして傷つかないようにして曲げるように力を入れるようにしてください。で、こんな感じで力を入れながら直していきます。これ意外と力いります。そうするとこのようにですね、見てもらうと分かる通りまっすぐ綺麗に直すことができました。で、今包丁を背中側で見た時に左側に曲がってた場合にこっち側の今の向きでこうやるのであって、もしこれが逆に右側で曲がってるのであれば、これを持ち替えて、でこっち側にひねります。だからこっち側の斜めとこっち側の斜めの溝があります。では次こっち側ですね。このパターンなんですけど、これ包丁のその刃元の方ですね、そこからカクッと左側に曲がってますよね。こういったカクッとしてる場合、よくあるのが、その柄をつける時にちゃんとまっすぐ入ってない場合にこういったことが起きます。で、こうなった時に活躍するのがこの部分です。実際にやるとこのようにその曲がってる部分に当てて力を入れて修正します。そうするとこのように綺麗にね、またまっすぐに戻ることができました。はい、というこじ棒の扱い方が分かったところで、その実際にやってる時の注意点ですね。これ結構力いるんですよ。で、その注意点っていうのが、折れるリスクっていうのはかなり上がります。特に注意してほしいのが、その最初にね、合わせの包丁っていうのがこの歪みが生じやすいって言ったんですけど、本焼きの包丁、全鋼の包丁でもこのもちろん歪んでる可能性はあるんですよ。で、全鋼のものを直そうとした時にめっちゃ折れる確率が上がります。本当にパキーンっていく可能性があるんですよ。だから全鋼の包丁をもしそうやってね自分で直すって場合はちょっとね、あまり僕はおすすめしないです。プロの刃物屋さんに頼むことをおすすめします。で、合わせの包丁でももちろん折れる可能性はあるんですよ。もちろん全鋼と比べたら折れるリスクっていうのは全然少ないんですけど、力入れすぎると本当にパキーンっていく可能性がなきにしもあらずなので、ちょっとね自分でねちょっとずつやってみて、もうやばそうだって思ったらやめることをお勧めします。そこはね、僕も責任取れないので、はい。このね、作業は正直プロの仕事ではあるので、プロに任せるのが一番いいですよ。ただ、プロの仕事ではこういうことをしてますよっていうね。もしね、自分でやってみようかなって思う人はもう本当にもう注意してやってみてください。はい。ということで今回の動画は以上ですね。この歪み取りこじ棒のお話でした。ありがとうございました。もしこの動画が少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。